毎年この時期になるとそわそわしてくる。キルターにとっての一大イベント、クリスマス。クリスマス用のキルトを作り始めるなら、もうここが最後のチャンス。本当なら夏頃から計画的に作るべきなんだろうけど、いつも直前になって焦り始めたり、諦めたり。今年こそ何か作りたい。友和商店のウェブショップで買い物をしました。新しく発売されたクリスマスファブリックを見て、これは使えそうと思い、ついでに他にも購入。まずは本命の新作のクリスマスファブリック1枚目。ちょっと凝ったストライプ柄でバイアステープにしたら絶対可愛い。クリスマスファブリック2枚目はいろいろな生地がパッチワークされたような柄。ドットにチェック、ハートに花柄。あとこれはクリスマスとは全然関係ないけど、岡本陽子先生の新柄。可愛すぎる。最後にずっと買おうか迷っていた小関鈴子先生デザインの英字柄。これもクリスマスに使えそう。新しく買った生地で何を作ろうかな。というわけで、今回はクリスマス準備編です。今年の秋どこ行ったって思うくらいには急激に気温が下がって、街にも冬の始まりの兆しがあちこちに。今年こそクリスマス用のキルトを作りたい。でも今からキルティングするとなると、手の遅い私には時間が足りなくて正直無理そう。とにかくキルティングしなくていいものを作ろう。そう考えた時、真っ先に思い浮かんだのがカテドラルウィンドウ。カテドラルウィンドウとは大聖堂の窓のこと。大聖堂の光さす美しい窓のように、土台布から美しい端切れを覗かせて作る技法です。何年ぶりかもわからないくらい久しぶりに作るので、まずは試作品を作ってみることにします。本番はクリスマスイメージで作るけど、これは春のそよ風のイメージ。昔お教室の課題で作った時にどうしても配色が気に入らなくなって、完成直前にリカバリーしようとするも大失敗したこととか、大好きな先生の笑顔とか、いろいろ思い出して懐かしい気持ちになる。帰りにお教室仲間と一緒に布を買いに街に繰り出したり、もう何を作ってもどんなに失敗しても楽しい時間だったなって。あの頃はまだ若すぎて、そんな瞬間の積み重ねがどれだけ眩しく尊いものかも分かっていなかった。またいつか今作っているものを見てもらえるように、一日一日を誠実に生きていきたい。カテドラルウィンドウの試作品、完成です。まずはイメージしているものをノートに書いてみます。クリスマスツリーのタペストリーを作りたい。大まかなイメージはできているので、あとは細かいところ、土台布の数とか配色布の並べ方などなど、自分が納得いくバランスを見つけたい。これとこれで迷う。ちょっと大きくなるけどこれにします。まずは横6枚、縦8枚、全部で48枚の土台布を作るところから。今回はカテドラルウィンドウの制作過程、作り方を順を追ってお見せします。工程ごとに目次をつけていますので、目次機能を使って気になるところへ飛んでみてください。それでは土台布をカットしていきます。ハサミでもロータリーカッターでもどちらを使っても OK。一辺16センチの正方形を必要数カットしていきます。
わかりやすいように一辺16センチの正方形の型紙を作っておいてみるとこんな感じ。まず正確に一辺16センチでカットして、次の工程でも正確に縫い代を折る。それが王道の作り方ではあると思うんですけど、こんな風に少し余裕を持って16センチよりやや大きめにカットしても全く問題なしです。次の工程で縫い代を折っていくんですけど、その時に土台布が大きめ、つまり縫い代が大きめだと、型紙を中心に置くときにそこまで神経質にならなくても、どの辺も縫い代ギリギリにならずに作ることができるので、私は大きめにカットするのが好きです。今回はだいたい一辺 16.5 センチくらいでカットしています。忘れてはいけないのは、土台布は正方形にすること。縫い代にどのくらい余裕を持って作るかは個人の好みですが、正方形であることは綺麗に作るための大切な条件。48枚必要枚数がカットできました。続いてアイロンで縫い代を折っていきます。準備するのは一辺14センチの型紙です。型紙を土台布の裏側中心に置き、アイロンを使って周囲の縫い代を折っていきます。布をカットするときはカットする方法によって型紙がいらなかったりもしますが、この型紙は絶対に必要です。私は工作用紙で作っています。あと、布を少し大きめにカットしておいた場合は、ここで型紙が中心から多少ずれていたとしても、どの辺の縫い代もギリギリ1センチ以下とかになることなく、いくばくかの余裕を持って折ることができます。型紙を外すとこんな感じ。次は三角に折って、折り目の真ん中あたりをアイロンで押さえます。対角線を引くような感じ。そしてもう一方の対角線も。こんな感じでアイロンを使って正方形の中心がわかるように印をつけておきます。ちなみにここから先、布を折り紙のように折っていき、こんな形を作っていきます。なので縫い代を折った時点、この時点で型紙通りの大きさになっていることが大事。折り紙も最初の形が狂っていたら綺麗に作れませんよね。なのでこの工程はただアイロンをかけているだけのようで、実はかなり重要な工程です。ずれてもいいところは気楽に、ずれてはいけないところは丁寧に、慎重に。今日は土台布を折っていく。最初に中心をわかりやすくするために自然に消えるチャコペンで印をつけておきます。糸の色は土台布の色に合わせて、今回は生成色。針も糸も普通のピーシング用のものを使います。角の折り目を一旦開いて、玉結びが隠れるように裏側から針を入れ、表側に糸を出します。今糸を出してきた角の部分を中心の印に合わせて、下側の布まですくって固定します。一針、二針。これで最初の角が固定できました。同じように残りの3つの角も固定していきます。下の布はだいたい1ミリくらいすくっています。2針目。これで全ての角を固定できました。このまだまだ長い糸、ここで玉留めはしません。針を中心の印に刺して反対側へ残りの糸を持ってきます。中心から角に向かって指で縫い代を落ち着かせるようにして、
角をきれいに出していきます。間違いなくここが角だというのが決まったら、先ほどと同じように下の布も一緒にすくいながら2針。最初からアイロンで折ればきれいに角が出るのではと思ってしまいますが、アイロンは使ってはいけません。ぺちゃんこになってしまうので、ダメ、絶対。中心を取るためにつけたアイロン線が、ここできれいに折るためのガイドラインになってくれます。折り紙と似ているので、初めて作るという方も結構すぐにコツをつかめると思います。残りも同じように角を出して、下の布も1ミリほどすくいつつ固定。とにかく角をきちんと出して、合わせるべき点や線にきちんと合わせる。折り紙を作るときに気をつけることと同じですね。最後の角が固定できたら、また中心に針を刺して、反対側へ残りの糸を持ってきます。あとは玉留めをして、糸は適当に布の間に隠しておきます。まだまだ糸が残っていれば、次のために玉結びもしておく。そして最後に、この折り目の下、ここで布がダブついている時があるので、指を入れて確認。もし裏側で布がダブついているようなら、指で平らにならして、これで土台のパーツが一つ完成です。こっちが表で、こっちが裏。この土台を48個作ります。土台布をすべて折り終わったら、次はつなぐ準備。柄がしっかりある生地だから、柄が同じ方向に向くように向きを揃えて並べていきます。この時点ですでになんか可愛い。そしてやる気出る。さあ、土台布をつなげていきます。まず裏表を再確認。こっちが表で、こっちが裏。これからこの間、この2枚をつなげていくわけですが、合わせるのは裏と裏。どちらから見ても表側が見えるようにしておきます。まず揃えるのはこの中心の切れ込み部分。それから両端。この3点が合っていることが大事です。中心が合っているのを確認して、ずれないように待ち針で留めます。中心があったら次は右端、利き手の方です。土台布をきちんと正確に折れていれば、角をきちんと出すことで自然に端が合います。なんか端が合ってないって思ったら、手できれいに角を出すことで端を合わせていきます。ペーパーライナーをつなぐときと同じように巻きかがりでつないでいきます。普通のピーシング用の針と糸。端から針を入れるのではなくて、端より少し前から針を入れます。針は必ず布に対して垂直になるようにまっすぐ入れる。こう斜めに針が入っちゃうとよろしくない。針は必ずまっすぐ入れる。そして端に向かって巻きかがり。端まで来たら2針重ねておく。補強的な意味合いが
強いかな。で、端から折り返して中心に向けて縫っていきます。針を持たない方の手で土台布がずれないようにぎゅーっと押さえておくのも大事。中心まで来ました。作ってみるとわかるんですが、この中心部分穴が開きやすいんですね。なので私は中心のこの切れ目のところだけ左下から右上、右下から左上といった感じで斜め十字になるように糸を通しています。よし。これでかなり穴が開きづらくなります。中心まで縫えたので待ち針を取りまして、もう一方の端まで巻きかがりで縫い合わせていきます。端までやってきました。端は同じところを2針縫う。これはさっきと一緒です。あとは折り返して数針。玉留めが中心に近い方が後々隠しやすいので、私は3、4針縫うことが多いです。開いて玉留め、これを繰り返して土台布をつなげていきます。拡大するとこんな感じ。どうでしょう。ちなみにこの巻きかがりの針目は後で配色布を乗せることで隠れてしまうので、多少変でも大丈夫。まずは横につないで列を作り、次にそれらの列を縦につないでいきます。キルティングしてるとクリスマスに間に合わないと思ってカテドラルウィンドウを作ることにしたけど、そういえば私巻きかがりそこまで得意じゃなかったわーって作りながら思い出した。延々と巻きかがり、結構力がいる作業です。でも形になってくると嬉しい。そして予定より時間がかかってしまいましたが、なんとか土台布をすべてつなぎ終わりました。いよいよ一番楽しい工程、配色布を祀っていきます。その前にここでカテドラルウィンドウに必要な型紙について整理しておきましょう。1、基本となる正方形の型紙、周囲の縫い代をアイロンで折るときに使ったものです。2、布カット用の型紙、大きさは1プラス縫い代2センチ。カットの仕方によってはなくても OK です。ここまで使ってきたこの2枚の型紙とは別にもう1枚配色布用の型紙を準備します。だいたいこんな形。どうやって作るのと思ってしまいますが、以下の数式で計算します。今回は基本となる型紙1の一辺の長さが14センチだったので、だいたい 4.45 センチ。この長さを一辺の長さとする正方形を書いて、そこから最終的なラインを決めて型紙を作りました。とにかく自分の手で作ってみるのが一番。ちなみに型紙の作り方や縫い代をどのくらい取るべきか、あとは土台布を折っていくときにどう固定するかとか、書籍によっても違いがあって、唯一の正解というものは存在しないんじゃないかなって思います。いろいろやってみて自分に合うやり方を見つける。それも手作りの面白さですよね。型紙が作れたら配色布をカットしていきます。もちろんこのために買ったクリスマスファブリックを主役にします。このストライプ本当にワクワクする。このストライプをメインにして緑や赤、黒を混ぜながら作ろうと思います。黒を入れるのは赤と緑系だけだとおそらく配色布がちょっとボケてしまいそうだから。配色布は立ち切り、
縫い代なし、型紙通りの大きさでカットします。配色布がカットできたら、実際に土台布の上に並べてバランスを見ます。もうすぐクリスマスがやってくる。配色布の並びを決めたら、土台布とは別の場所で配色布を保管しておきます。布をくっつけたまま保管できるピースレイアウターが便利。なんとかクリスマスまでに完成させたい。土台布に配色布を縫い付けていきます。実際に縫ってみると、こんな風にお星様みたいな形になります。四角になっている部分へ縫い付けていきますが、まずは土台布の四隅の見え具合が均等になるように真ん中に置きます。そして配色布がずれないように固定します。待ち針で留めてもいいし、布用の糊を使っても OK。縫う時に待ち針に糸が引っかかるのがストレスになる方は、布用の糊をおすすめします。私は糊派です。配色布が固定できたら、土台布をめくって配色布にかぶせるように折ります。土台布の大きさにもよるけど、このくらいの大きさなら辺の中点あたりを内側へ5ミリくらい、内側に折って待ち針を1本打つと、こんな感じです。真ん中をこう固定すると、正方形の頂点から頂点へ布が自然と弧を描いてくれます。自分で何かラインを決めるというよりは、この自然とできたラインに従って奥立て祭りをしていくイメージ。この真ん中から、待ち針を刺しているこのあたりから縫い始めます。玉結びを隠すために裏のあたりから少し配色布をすくいつつ、折り山の部分へ針を出します。一針二針縫って真ん中が固定されてずれる心配がなくなったら、待ち針は取ってしまいましょう。下側にある配色布、土台布をすくいながら自然な弧を描くように奥立て祭り。下の布をすくいながら針を入れて折り山部分から出す。この繰り返しです。色がたくさん入り始めるので、このあたりからより楽しくなってきます。もし配色布がちょっとはみ出ているようなら、針でぐいぐい押し込むようにして隠します。布が足りないより全然いいんでね。それから端に近づくほど縫いにくく、あと強度も気になってくるので、端の方は奥立て祭りにせず、普通に祀っていきます。そして最後、端の端までは縫わない。この配色布が切れるあたり、頂点からだいたい5ミリくらいのところまで縫っていきます。糸は今ここにあります。配色布の端あたり。ここまで来たら土台布の向きを変えて、次の辺も同様に真ん中あたりを5ミリ内側に折り、待ち針で留めて弧にします。柄があるものを土台布にすると、隠れていた柄がパッと出てきて、思いもよらない感じになったり、面白いです。では先ほどと同様に待ち針で留めて、よし、これから縫っていくラインを出します。ここの端をきれいに縫い閉じたいんですよね。こんな感じでこれまで縫ってきた辺から出ている糸、このちょうど対岸に当たる場所、これから縫う辺の同じく端から5ミリくらい、ここに針を入れて、最初の辺の糸が出ている場所から出す。糸を引くと隙間が閉じます。1回だけだと強度的に不安なので、もう1回同じ場所にまっすぐ針を入れて縫っておく。これで端もきれいに縫い閉じることができました。この端がキュッとすべて閉じている時もあるし、ちょっとカラーのお花みたいに開いてる時もあるんですけど、そこはもう自然に任せる。
端を閉じたら引き続き縫っていきたいんですが、このままこう上から針を持ってきてしまうと糸が表を張ってしまうので、この穴のところから針を入れて、ちょっと下の布もすくいつつ、次の辺、まつりたい場所へ針を出す。糸を引くとスーッと穴の中に隠れていきます。あとは続けて奥立てまつり。辺の端から縫い始めず、辺の真ん中あたりから縫い始めるのは、この端の部分をすっきりさせるためでもあります。ぐるーっと奥立てまつりをしてきて、最初に縫い始めたあたりまで戻ってきました。縫い始めたところまで来たら、そこで終わるのではなく、そこから2、3針先に進んで重ねて縫っておきます。これでほどけないし安心です。残った糸はこのお星様の後ろ側へ持ってきて隠します。ここの後ろ側が糸を隠すのにちょうどいい。ここ、表側からここに針を出してしっかり玉留めします。最後に糸をカットして、こうピヨーンって出てる糸は奥にこんな感じで押し込んで、これで完成です。この調子でどんどん縫っていこう。配色布をすべて祭り終わりました。クリスマスツリーに見えるでしょうか。最後に外周の配色布が入っていない部分も同じように弧になるように折ってぐるっと一周縫っていきます。あと裏側もこんな感じで開いたままなので、すべてコの字とじで縫い閉じていきます。コの字とじ、まず隙間を閉じ始めたい部分から針を出し、その反対側の折り山に針を入れ、3、4ミリこのくらいすくって、また折り山から針を出します。
次はまたその反対側の折り山に針を入れ、3、4ミリすくって針を出します。これを繰り返す。糸がはしごのようにかかっていくのが見えるでしょうか。糸を引いてみると、糸を表に出すことなく隙間を縫い閉じることができました。あとは続けて縫っていくだけ。わかりやすいように何針か縫ってから一気に糸を引きましたが、普通に一針ずつ糸を引く方が綺麗にできます。そりゃそうだ。裏を縫い閉じている時に、この最初に布を折って固定していた部分、ここが弱くなってたら、もうこの時点で表に糸を回して補強したりもします。あと迷うのはこの端っこの三角部分の縫い代を裏と同じように閉じるかどうかなんですが、私のお師匠様は閉じなくていいと言われていたので、私は閉じない派です。裏側を端まで閉じてあるので、そんな開くこともない。でも、閉じてる方もいらっしゃいますよね。どちらでもいいのかなって思ってます。縫い進めていくと円が重なっているように見えてきます。これがカテドラルウィンドウの特徴というか、とても美しいところ。外周部分もすべてこうして縫っていくことで、端までその円の重なりが続いていきます。できた。ここで完成にしてもいいのですが、もう少し飾り付けたくて、星の形のボタンを買ってみました。クリスマスっぽい色だけ選んで買いたかったけど、セットしか見つけられなくて、でもこれはこれでありかもと思ってる。こんな感じで縫い付けて、ツリー部分を強調したい。裏に糸を出せないので、表から糸を入れて、表で処理します。Sal e mar, canetinha e papel a pintar e desenhar você pra mim, com você. Eu duvido controlar a emoção do meu coração. Se hoje você lembrar, eu finjo que nem ligo e viro pro outro lado e tento disfarçar a voz. Aquela frase que cede nem horas a fio. Chuva cai, sentimento a partilhar com você. Falta coragem pra dizer, colorir. Só na imaginação e este céu sorrindo pra mim. Se hoje você vem pra lá, eu finjo que nem ligo
pro outro lado tento disfarçar a voz. Será que algum dia eu confesso que eu sinto? Será tarde demais? O sinal vai tocar. Se hoje você me pra aula, finjo que nem ligo. E viro pro outro lado, tento disfarçar a voz. Que é uma frase que se nem hora.